皆さんお元気ですか？関野義治です。今回は旅を開始してから初めて正月を迎えます。そこではカニとかホタテとかもう取りたての、新鮮なやつを、食べることになります。また大きな船でも恐れるというマズラン海峡、荒れるマズラン海峡を、渡ることになります。どんな旅になるか楽しみです。一緒に見ていきましょう。パタゴニアも広くて、チリのフィヨルドは雨が年間4000ミリぐらい降るんですね。乾季なのに雨が降るという。視界がないと出れない。向こうの山が見えるんですね。ラジオを聞いてたんですけども、これは風速50メートルぐらいの風が吹いてたんですね。それを待つしかないんですが、正月を迎えることになります。初日の出、いいですね。で、磯辺ではムール貝の仲間とか、つぶ貝、カサ貝が無尽蔵、こんなホタテも入ってますね。たくさん取れました。その他にカニまで取れるんです。カメラマンがダイビングの名手なので潜って撮ってくれましたけども、ウェットスーツを着て潜ってるのに水温4度ですから、もうブルブル増えて上がってきます。これ茹でて食べるんですけども美味しいんですよね。これが大好きなんで。味噌も美味しいですね。ホタテ、これがね、これはやっぱり生ですね。いや、貝柱がでかくて最高。本当にこういうところを旅しながら食べる醍醐味ですね。2日後、天気が良くなってきました。風も鳴いてきました。朝から出発の準備です。1週間ぶりの、漕ぎなので、結構緊張しているのと、これからこの海の航海の、最大の難関マズラン海峡を渡ることになるんで、結構気合い入れてますね。今回は、難関だということで、私と内田さん2人だけになりました。でも結構穏やかだったんで、こんなことはめったにないんですね。ですからラッキーだったと思いますね。快調に進みました。風がなかったので、なおかつ快晴だったんで、本当に、海が鏡のような、もう絵に描いたような光景ですね。氷河が見えてきましたね。その下に、滝がたくさんできてきますよね。これは氷河が溶けて、気温が上がったためですけども、そのためにできた滝なんですね。非常に珍しいシーンですね。水平線の向こうにマズラン海峡が見えてきました。マズラン海峡に入りましたね。マズラン海峡にしては穏やかな海面なんですけども、マズランペンギンですね。3匹だけ、珍しいですね。潮に流されちゃったんじゃないですかね。で、南米最南端の岬が見えて、ちょっとほっとしますね。でもプンタアレーナスに向かっていきたいので、漕ぎ続けます。結構これがマズラン海峡なんで潮が厳しいんですね。で、見えてるんですけどなかなか近寄らない。やっと着くんで嬉しいんですけども、潮の流れが複雑でなかなか進まないんですね。港には入れなかったので砂浜に、行くことになりました。実は350キロしかないんですけども1ヶ月かかってしまいました。これはやっぱり途中悪天候があったり、とにかく待つことが多かったんですね。大気で荒れることもあったし、結構大変な、航海でした。豆の上に豆ができて終わったという喜びで、痛さも忘れちゃってますね。
いやー、到着しました。途中悪天候があったり、停滞することもあって、本当に行けるのかっていう思いもあったけども、無事到達できたんですけども、やっぱり僕なんかは、待つことができれば、大体うまくいくと思ってます。みんな待てないんですね。今までそんな事故を起こさなかったのは、待つことを知ってたからだと僕は思っています。プンタアレーナスはマゼランの銅像があるんですね。これはヨーロッパ人では初めてマゼラン海峡が通って太平洋に抜けた人なんですね。これ世界的な大発見なんです。大航海時代を支えているモチベーションはよく言われるのが 3G って言われたんですね。で 3G の G はゴールド、あるいはグローリー、名誉ですね。それからもう一つはゴスペル、宗教的情熱なんですけども、大航海時代の航海者たちは何かってゴールドなんですよ。だからそのヨーロッパ人の歴史ではもう本当に輝くべき偉業なんですよ。だけど土地のそこで植民地された地域、あるいは、彼らが通った、あるいはヨーロッパ人が支配した地域で何が起こったかというと、一つは、今パンデミックっていうけども、もう今とか比較にならないパンデミックが起こるわけですね。はしかとか天然痘とか、要するにそういうのがなかったわけですよ、新大陸には。でそこにもともと最近、ペストの流行とかいろんな流行があって、それでやってきた人が実は虐殺の前に実は病気の感染で9割が亡くなるんですよ、先住民たち、北米でも南米でも。でなおかつ虐殺も行うわけですね。特に虐殺のひどいのは北米、あるいはラテンアメリカはわりかし虐殺起こってないんで、パタゴニアは実はスイス人とか、ドイツ系の移民もあるし、やっぱりアングロサクソンが結構来てるんですよ。そうするとね、北米と同じ型の虐殺型の支配が起こるんですね。一番分かりやすいのが、彼らアマゾンに入ってって家の中入ると初めて止めてくださいっつって入ってって気が付くことがあるんですよね。それは周り見渡して素材の分かんないものないんですよ。何かって柱にしても屋根にしても梁に乗ってる弓矢にしてもひょうたんとかゴザとかがあるいはバナナ、燃えてる焚き火、一切全てが素材の分かんないものないんですよ。それなぜかというと、彼ら必要なものを全て森の中から川から取ってきて自分で作っちゃうっていう生き方してるんです。で翻って私たちの暮らし見て、自分で自然に行ってものをそれを素材にして自分で作っちゃうものあるかっていうとほとんどないですね。みんなムサビみたいものづくりの大学の学生でも一個持ってないですよ。でそういう生き方をしてる人たちで、ゴミは出るんですけどもきれい好きだから早期で入って森の中捨てていく。で全部なくなってるんですよ。動物が持ってったり、最終的には微生物が分解しちゃって、でどういうことか、彼は自然との循環の輪の中にいるんですよ。で人間はどうかっていうと、都会に住んでる、完全に自然の循環から外れちゃってるんですよ。で私たちは都会に住んで人間は自然を必要としてるんですよね。自然がなきゃ生きていけない。でも自然の方は一切必要としてないんですよ。なくってもいい。でそういう意味で彼らはその自然の循環の輪の中にいるわけですよね。でこれからの社会を考える時は一番大切なのはそういう生き方なんですね。で伊沢さんとしてはうんこ野ぐそしてるわけですけども、それはなぜかというと、食べ物は全部自然からもらっている。でもお返し何もしてるんじゃないか。それで野ぐそをする。で返してるわけですよね。完全に自然の輪の中入れないけども少しは返してるっていう、まさに我々がやっぱり学ばなきゃいけないことなんですよ。
要するに目指すのはこれからは自然の循環の輪の中にいけないと無駄なばっかり作っていくわけですね。だから本当に我々が必要としているのはいかに自然に近づくかなんですね。でそういう意味でむしろ先生なんですよ。はい、見ていただいてありがとうございました。もし、気に入っていただいたら、チャンネル登録を、ぜひポチッと押してください。よろしくお願いします。